えるか聞こえるだろう遥かな轟き闇の中心揺さぶる目覚め始まる大地割りそそり立つ姿正義の証か伝説の巨人の力銀が切り裂く雄たけびが電光石火の一撃を呼ぶ震えるな瞳凝らせよ復活の時人よ命よ始まりを見るスペースランナーウェイイデオンイデオンスペースランナーウェイイデオンイデオンイデオノバを操るギジェはメバルルと連絡を取り裏切りと見せかけた。コスモはそのギジェの行動を信じてメバルルの重機動メカに挟み撃ち攻撃をかけこれを叩いた。流星落ちる果て。間もなくドバ総司令自らが発進いたすところでございます。はい、流星による被害もイデの力を手に入れれば。バイラルジンだと？知らなかったな。どこで建造してたんだ？あれだけじゃないって話だろ。1時間前の軍事ニュースだと言ったら、はい。こりゃ出世のチャンスだぞ。あの大軍団が来る前に巨人を倒してみろ。貴族になれるぞ。いつまでニュースを見ている？ロゴダウの異星人の船の追跡は今はどうなっておるのか？部署につけ。大丈夫であります。キャッチし続けております。追いかけろ。はっ。一体どういうことなのかしら。エネルギーが増えたり減ったり。こういうものではなかったのか？イデのゲージは。ああ、最近のパワーアップの後はよくこうなるけど。パワーアップのしすぎか？パワーアップのしすぎ？ルー、置いてはいけないわ。ルー、シェリル、ルーなんか構ってないでゲージのことを調べて。どうしたの？イデオンのゲージが不安定すぎる。どうなのだ？いい加減にコントロールする方法見つからないの？すまんな。そうなんだよ。可能性があるから第六文明人はこれを作ったんだろう。私の責任だわ。未だにそれがわからないのは。イデオンとソロシップはコントロールできなくなったと考えた方がいいのでは？なぜ？どういうことだ？もしイデが良きものと悪しきものを判断することができるとするならば、イデにものを考える力があるわけです。そういうことになるわね。しかもその考えがエゴ、つまりイデの自分勝手な考えによって決められるとしたら。ありえるわ。じゃあバフプランの伝説のイデの英雄っていうのは何なんだ？伝説は伝説です。英雄を見た人は一人もいないのですから。でもなぜ第六文明人はソロシップを作ったの？ではなぜ第六文明人は滅びたのでしょう？デスドライブ2分前。各艦デスドライブ体系に入れ。よし、デスドライブに入れ。はっ。
マーシャル・フランクリンの名前にかけてソロシップは必ず連れ戻すぞ。デスドライブスタート。重力心は続いております。本線より薬65カッパ32度変わりません。この地点で悪空間飛行を解けばドーモースターに近いか。ロゴダウンの異星人を叩くのではないのですか。叩く。ドーモースターを利用してな。ドーモースター。不勉強だな。ドーモースターも知らんのか。3年前に一度調査されただけですから。ギタズロの2艦はドーモースターで待ち伏せさせろ。ガドモア山は敵に体当たり攻撃をかける。は？体当たり？敵だ。王位計測。イデオン発進急げ。指示の方角 3.6 亜空間距離。後方ミサイル開け。時空心の振動を利用しているのか。時空心の利用？ソロシップのパワーを利用して敵艦が吸い付いているの？ドロワザンとソロシップの時みたいに。こちらのパワーに乗ってくる。手強いぞ。ごめんなさい、起こしてしまった。敵襲か。小部隊ですから。辺りでは手に負えんのだろう。いえ、まだ熱があります。何が聞きたいんだ。敵艦が吸い付いてきます。デスアウトで逃げるしかないが、は？デスアウトした同じポイントに敵艦も追ってくる。だがその時はその時で考えるんだな。はい。ミサイルをぶち込み、本艦がどうなっても構わん。バリアのパワー上がらんのか。ハタリ、デスアウト。デスドライブブレーキ。イデオン活気固定のまま。逃がすな。悪空間飛行解除。はっ。惑星だ。ジョリバ、全点座標確認。やってる。ベスは敵も追ってくると。イデオン各機は発進態勢のまま待機。どうする。敵が追いつくようだ。この惑星を盾にするしかないな。低空で惑星に侵入して反対側に出たら脱出する。うまくドーモースターへおびき出せた。先発隊うまくキャッチしろよ。監視を怠るな。どうも罠にはめられたような気がする。そんな、やっぱり空見ろ。変態が来るぞ。総員対空戦闘用意。敵に主導権を握られている。こっちのペースに巻き込む。ゲージが安定しないけど。このままでは一方的に叩かれる。カッキーいいな。了解。行くわ。発進だ。洞窟か。奥は真っ暗だよ。この 2,3 年前に発見された星だ。前に博物学者の講演を聞いたことがある。その尻尾を援護する。我々をこの星に誘い込んだわけが分かった。ギジ、どうしたらいいの？空はデッキ、地上にはどうも袋のネズミってわけだな。獰猛の影に。
ダメだ、パワーが安定しない。カーシャ、援護する。タイミングを見て脱出しろ。ギゼ、これじゃ敵の思うつぼだ。どうする？ピンチはチャンスと兵法では言う。私がまず出る。続いてくれ。ギゼがおとりになってくれるというのか。カーシャ、続け！前方ミサイルビームで脱出路を作る。それはいけません。なぜ？獰猛はおとなしい動物のはずです。しかしそれに今は隠れ蓑になっているのでしょ。カララ、ベス、寝ていてください。どうなっている？すぐ脱出します。今のこと本当なのカララ？そのはずです。それにイデに好かれるためには無関係の生物を殺すこと避けた方がいいとは思いません、シェリルさん。そうね。イデがエゴであればあるほど。ベス、ベス、ベス。イデオンイデオン。ギゼ、どうした？やられたのか？一機ずつ叩いている暇はない。獰猛の下に引きずり込んで一気に殲滅する。囲まれた。ギゼ、直進しろ。前方の滝に隠れろ。滝。我々にだって、ベス、我々にだって自分の身を守るために考える力も選ぶ権利もあるんだ。幾千幾万幾億の意志の集合体たる我も我が身を守る。知恵のもと、心のもとは人だ。人を殺してイデがあるものか。心のありどころたるイデの場を守る権利がある。なぜ人同士の戦いを続けさせる？私が聞きたい。なぜ憎しみ合うのか。憎しみ合ってはいない。成り行きをなぜに賢く切り抜けんの。成り行き、それを作り試しているのか。我々にそのような力はない。我々は我々という一つのものに過ぎます。共に苦しむ立場ならば全力を尽くして良き道を探すべきだ。そのような力、全力で示せ。そうすれば意志の力は時空さえ超えられるはずだ。俺は貴様の一部じゃない。俺は俺だ。俺は俺そのものだ。ベス、ベス、しっかりしてベス。どう？熱が引かないのね。いえ、うなされているようですけど。ベス。カララ、恐ろしい夢を見た。夢を？イデがイデは自分も生き延びたがっている。生き延びたがっている。ルー。
をした。ルーが宇宙船も3機の巨人メカも見つかりません。探せ。消えたポイントを探せばいい。地面に潜り込むわけないんだ。この洞窟はひどい高熱だ。どうするね。追っ手が来ないところを見るとうまく巻いたらしいが。こんなことじゃ。あ、なんだろあれ。あれ卵が割れるみたいに。各機上昇しろ。これ卵じゃないの。トウモとかいう生き物の卵よ。卵？大きすぎるから分からなかったんだ。卵だ、間違いない。獰猛の卵が帰る場所へ逃げ込んだというわけか。面倒なところに入り込んじゃったな。どうしてだ。そうね、イデっていうのがわざわざ私たちを試すために。正面。見つかった。出るぞ。ここで戦うわけにはいかない。みんな了解。了解了解了解。ダメだ。洞窟から出なくちゃ。なんだ。イデオンのゲージが。勝手にドッキングしないでよ。イデオンが自分の意志で動いたのか。なんだ。これだけの攻撃でも。突き放せ。巨人を突き放せ。やったのか。まさか。ああ。援軍か。どうするのコスモ。これ以上この星を荒らしたくない。脱出する。いいなギゼ。賛成だ。あの艦隊は援軍ではありません。何。ロゴダウンの異星人の仲間では。信号が上がっておる。よし。ドバ総司令の来る前に巨人を倒さねばならぬとなると。赤旗。いや、白い旗か。上げろ。司令官に会う。気候と同じ戦力の我々が一瞬にしてやられた。それもこれも気候らの仲間が勝手にあの巨人を動かしたためにだ。イデは知力を一つの場に集積してエネルギーに転化する働きを持つと分かっている。
だがイデにも自分を守る力があると言ったら、我がバフクランの地球には2年前から流星が降っているのをご存知かな？流星だと知っているのか？いや、地球にも2年ほど前から流星が。まさかな。それがイデの力によって行われているものとしたら。そんなバカなこと。いや、そんな力があるものか。この世の中にあるわけがないだろう。やれやれ。やっぱりスカラベリータイプの船だったのか。この宇宙に住む全ての人々を敵にしてしまったようね。でもイデオンがイデのパワーで動いたんなら、イデは俺たちの味方になってくれたんだろう。そうだな。もし純粋防衛本能によってイデが動くというのなら、それは獰猛の卵にあったと考える方が正しいわね。私たちが卵を救おうとした気持ちとは別のものかもしれないわ。その両方だと俺は思うけどな。俺もコスモの考え方を受け入れてもいいと思う。ベス、イデは人知の集合によって発生するエネルギーだ。だから俺たち生きる者の考えがイデに反映するっていうのか。そうだ。良き心悪しき心、それぞれそれなりのな。しかし一つ大変な問題がある。そりゃないぜ。俺たちはただ生き延びたいだけなんだから。いや、そうであったとしても我々はコントロールすることを知らない巨大な力を持っているということだ。それはあたかもソロシップが流星を生み出しているかのようであった。そしてそれは事実、ソロシップバッフクランと地球連合軍は共同でソロシップを追い込んだ。衛星を破壊してソロシップを岩に埋める作戦は成功したかに見えた。だが閃光とともにイデオンは浮上した。それは悪魔の力なのだろうか。次回、伝説巨人イデオン、暗黒からの浮上。傷を舐め合う